ーズのバンドで出ました。うわー、懐かしい。やばい。あのさ、やっぱ中身おっさんじゃん。出たよ。ギャルマンって言うのそもそも今。あんまり。全員女子のバンド。あ、ギャルマンって言うんですか。ギャルマンって死語なんや。音抜けについて教えてほしいです。めっちゃためになる。はい、どうも始まりました。なんとゲスト3回目やね、草野佳代子さん。草野です。よろしくお願いします。かよちゃんだって1回目は曲作りの動画させてもらって、そうだ。2回目ロケだ。そう、フェンダー行って。フェンダーさんをお邪魔してコントみたいっていろんな人に言われた。いや今日もそうなるかもしれんで。今日なんと3回目はどこ来ましたか、佳代子さん。なんと、はい、私と今西さんの母校。母校。関西大学。関西大学。いや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 。マジでこんなことあるんやね。なんかここでは言えない思い出ばかりの僕と草野さんですね、2人とも関西大学の軽音楽部でね、一緒にバンドやってたり。そうなんですよね。そう、私が作曲家を目指すきっかけというか、ずっと一人で曲作ってたんですけど、当時屋上で会議とかしてたんですけど、そこで曲聴いてくれた時に「かよちゃんめっちゃ才能あるやん」そんな言い方してない。してた。いや今日ねそこも行くので、そして現役のね軽音部、軽音作家の皆さんに会えるということで、学生さんに。いやもうめっちゃ楽しみ。何にも台本も何にも読んでないから。台本とかないし。確かに。一応なんかペライチもらったのにそれを見てない。企画書ね見ろちゃんと。じゃあ行きたいと思います。行きます。おお。来たね。やばい。ちなみに明日から学園祭なんですよ。行きたい。もう今日前日でじゃあもうみんなスタジオ入ってるね。そうやね。練習してるよね。当時テープ審査っていうのがね、低審通称あったね。覚えてますか、兄さん。ライブに出るために音源でまずバトルしないといけないね。そう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 。無記名投票で受かる落ちる言うて。そう、それで外のねステージの演奏の権利を得るという。一緒に出たよね。ビーズのバンドで出ました。ビーズさんのコピーバンドで出ました。出たね。ワンダフルオポチュニティやってましたよ。俺がゼロのソロでシールの抜けたやつやな。そうそう。めっちゃ差しに行った私も。前調子乗って前出たらゼロのソロで。ゼロのソロでシールの抜け。一番練習してたのに。あと矢井田ひとみさんのそうだそうだバンドも一緒にやって。その後矢井田ひとみさんと100周年の時にお仕事一緒にライブも関西大学でさせてもらえたりとか。ちょっと聞いてください。学生の皆さん羨ましいです。スターバックスが今ね、見てください。学内にまさかの。いやー、もしスタバあったらもうちょっと私単位取れてたかもしれない。兄さんがちょっとどうしても見たいエリアがあるという。ここさっき言ってたステージがね、ここに昔は立って、はい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 、中央ステージね。やった。ここで通うことライブしたね。やった。で後ろにあるのが大学院棟で、その前でね。ああ、これ懐かしい。私大学出た後よくストリートライブやってたんですけど、いいライブしないと人が足を止めてくれなくて、当時も。それはすごいね、いい経験になりました。ミュージシャンとしてのどんな歌い方したら人が足を止めてくれるかを結構分析できる4年間だったかも。ごめん、俺そんな何も考えて何も考えてきた。いや、そう俺のギターソロが走るのがって言ってた。着きました。よろしくお願いします。はい。今の一部の軽音の部長。部長すごい。いや、ほんまありがとう。はじめまして、よろしくお願いします。20個下ぐらいの部長ってこと？そうですね。そうなんですかね、ちょっと。やばい。何歳？僕今21です。あ、21。大学の時生まれたギリギリぐらい。そうやな。パートどこなんですか？僕は一応歌メインでギターボやったりボーカルやったり。ギターボの部長だって。音源の審査はまだテープ審査めっちゃ今はですね、ライン録音っていうので。ライン録音。そこに落としてそれを審査する方。ライン録音。そらそう。失礼します。あ、こんにちは。うわ、懐かしい。やばい。そうですね。やばい。ごめん、この雑多な感じ大好き。すいません。見てこの感じ。うわ、懐かしい。やばい。やばいな。皆さんのボードを拝見させていただけるということで。
軽音部のボード紹介コーナー、ボード拝見コーナーか、拝見コーナー。そう橋本くんのボード、こちらドン。ライムとオーディオの使わせてもらってます。ライブとオーディオじゃん。のスイッチャー、ありがとうございます。出た日に予約した。マジでどういうあれなん、コンセプトというか。あ確かにコンセプトっていうと、僕大学から楽器始めたんですよ、ギター。で最初何買ったらいいかわからんと思って、先輩に聞いたら、くれるって言うんで、何を？ここら辺マジでレムラムもらった？メブラくれる先輩いんの？俺も知り合いたい。いやもう作ってんねんからやろ。でブースターも買って、いいねでマルチで空間系っていう。なるほどね。あ、いいじゃないですか。上の3つはスイッチャーでコントロールして、そうですね空間系はその都度踏むんや。続きましてはお願いします松田くんのボード、こちらエムラム、メブラも人気エですクリプス、はいそしてカージャン。はいあらお金かかってるね。本当にえぐいです全部の曲をいい音で鳴らそうかなと思ってこんな感じにしました。サー君。黒沢君。 1回生でおお、そうなんや。じゃあまだ大学入って今年ちょい。ほん明日から学園祭弾くの？はい。おお、楽しい。もう中央ステージ出れるの？あ、中捨てじゃないです。ないの？あれじゃない？教室。そうだ教室に。いやステージをさ作るときにさ、そう昔こうジャンプとか集めてきてさ。あ、そう。今おー、ちょっと待って、今でもジャンプなの？ライブハウスを教室に作るために埋めるためにね。そう、高さね。そうサッシをね集めて置いてたんですよ。今さ、ジャンプってみんなあんま買わへん、本読まへんやん。なんかジャンプを買ってくる担当の人がいる。マジで？でも呼んではいるわけよね。そうなの。冒頭ごめんなさい。なるほど。クリーンからむっちゃ歪むのまで出したくて。ほう。コンプはコンプやね。で、ワウがあってワウね。で、ブルースライバルで軽く歪ませられる。こちらはイリアさん。 TS 系でまあまあ歪む。まあまあ歪む。そしてこれはずなんですいね。やだよめね。ちゃくちゃ歪すごい。む。パーツの方が後ろに繋がってるうん接続じゃん。これ気になる。ね。1年生からこれはもう最高ですよ。すごいねもうぶちかましていこう。昔からこれでやってますよ、ここ。やばいよね。ずっとこれ。渡部くん。渡部君ちょっと気になるエフェクター2個ぐらいあんねんけど。ライムとオーディオが、うんブースターと、ディレイで。はい。ありがとう。もうセッティングしてくれてる時から、うわ、マジで。ニヤニヤしてんねん。嬉しいやん。このお兄ちゃん。嬉しいやん。コンセプトはどういう。ギターボーカルが多くておお。邪魔にならないような下で支えなるほど。なるほどね。ブースター、歪み、ブースト、さらに音量とかも上げれるようにしそんなて、感で、ディレイ。はいディレイで結構レベル上げてる。上げてますね。おお、なるほど。お名前は岡上と申します。岡上くん。岡上さんそう福良くん、なんか岡上くんなんかすごいんやって。いやもう彼はですね、はい慶応一部では中央ステージ学園祭というとてもこう審査も年間を通しても最も難易度が高いとされてるんですけど、彼は今年1回生で合格してますので、お部長としてももうスーパールーキー入ってきたなと。おマジでっていうかボードがさ、軽くこれどう？私ね正直ね持ってたエフェクターね4つかぶってる。どれ？ターボディストーションとディストーション DS1 持ってたねとビッグマフとスモールクロー。やばい。ちょっと待って。おじさんこれさ、今の大学生1回生やろ。これやばい。だってさ、大学生マクさんのこれ絶対持ってない。マックさんのこれがマジでやばい。マジでやばい。これ90年生なんですよ。初期台湾や。羨ましい。デルマニウムを使ってる時期。当時亡くなってもなかったさ、な。やっぱ中身おっさんじゃない。一番反応できるこれ。メインのバトル。これメインなんや。はい。押すよ。はい。はい。やっぱ令和の大学生の音じゃない。出たよ。このパターンですか？どんな1回生？これ今一応説明するとインプットが2系統あるので、こっちから音を発信させて、それでチューナーで切り替えて足元でくねくねさせる。くねくねさせたりビヨビヨさせたり。混戦してこないようにメインのギター偉いな。してます。アホなんか頭いいか分からへんの。やばいやつ入ってきたな。じゃあここ上がったところにやば。学スタが。いや変わってない階段が。ここさめっちゃ頑張ってさ、学スタからさこれ機材持ち運ぶのだるかった。アンプとかさ、ここをさ頑張ってさ、この階段みんなでさ
そうやね。ベースアンプめっちゃ重いねんこれ。私女子やのに障害一人で JC 持ち運んでたから。JC？そうおかしいと思わへん。やばい。うわやばい。あ変わってない。すごい。失礼します。おー。こんにちは。これさ、匂いも変わってなくない？これ時止まってるってこの部屋。そのいい意味でも悪い意味でももうちょっとなんか綺麗になるとかさ、なんかあるやん。やっぱ学スタはここ予約制度となりまして、そうやね。毎週日曜日の12時に専用のサイトからもうバババ専用のサイト。まあそうなるよね。壁に貼り出した白い紙に名前書くんじゃなくて。こんなんやったんよ。すごいね。ギャルマンいるんですか？ギャルマンって言うのそもそも今。ほんまに全員女子のバンド。ギャルマンって死語なんや。そうや。ガールズバンドはいるの。あ、いますね。はいなんかそのライブごとに組んでって感じなの。あ、そうやね。逆になんかみんなからこう軽音一部の経験が今実際に活躍されてる音楽の仕事で生きてたことってあります？いやそんなんめっちゃ生きてるよお姉さんどうぞ言ったって。ほぼ関西大学の軽音楽部の時に知った洋楽のバンドとか、先輩が教えてくれたジャンルってすごい多くて、私たちの時は8個上の先輩とかが部室に来てくれて音楽を教えてくれたりしてた。よかった。そう今それこそ関西大学卒業生で岡田さんとかね、カプコンで音楽作られてるんですけど、とかもよくアドバイスしに来てくれたりとか、サワーオブパワーとかインコグニートとかのアシッドジャズのジャンルは軽音楽部で教えてもらったから、自分が知らないジャンルの音楽にやっぱり触れ合えるじゃないですか。こんなジャンルあるんやとか、あいつあればっか好きよなみたいなのあるじゃないですか。そういうのがやっぱり後々生きてきた。僕だったら機材を今いろいろ作ってやってるんですけども、ああいうジャンルのにはこういう機材があるとか、ああいう使い方があるみたいな、すごく自分のこの視野が広まった期間でしたね、在学中。ちょっとこれは草野がすごい聞きたかった関西大学軽音楽部の恋愛魔人こと草野佳代子がちょっとみんな恋はしてるのかな。言い方軽音の中でさ、なんか付き合ってる人とかいるの？ございます。誰？最近な。すごくタイムリー。最近ね。彼氏のパートは？ギター、ご自身のパートは？ベース。やべえ。ギターとベースのパターンね。他なんか質問とかあったりする？グレンゲってめちゃくちゃヒットしたと思うんですけど、どれぐらい時間とかかかったりしましたか、作るのに？アニメサイズって89秒でまず提出するんですけど、89秒のメロディ書いたんは30分ぐらい。何曲もボツになった後だったから、実際はもっと時間かけたり、例えば原作を読んだりとか準備する時間はすごいかけるんですけど、楽器持ったりピアノ弾いたりでメロディーを作ろうって思ってから完成するまではワンコーラス、長くて30分ぐらい。短かったらそのまんま5分で作れて、後から打ち込んだデータで修正するぐらい。じゃあ今度なんか呼んでくれたら作曲講座しに。マジ全然します。はい、というわけで軽音サークルのところにやってきました。中川くん。はじめまして、民謡研究会 LMA の中川です。中川くん、立役者なの。ほう。この間ね、大阪でサウンドメッセっていうイベントがあって2025ライムトンオーディオとして出展してたんですね。そこに中川くんが来てくれて話しかけてくれて、その中で僕関大なんですって後輩や。そこでいろいろ話してる中で、僕がいつか関西大学に舞い戻ってロケとか YouTube 撮影したいって話をしたら、僕が動きますって言ってくれて、すごい大変やのに学内で撮影するの。そう、もう全部いろいろ事前の許可から何から全部やってくれて、ほんまありがとう。でも来てくれてありがとうございます。いやもうこちらじゃあお邪魔したいと思います。失礼しまーす。お邪魔します。どうぞ。お邪魔しまーす。初めて来た。これ LMA なんだ。すごい。ボードが。ちょっと待って。一個めっちゃ気になるやつなんですけど、ちょっといきなりこれ誰のやつ？これ僕です。会長もね、いろいろねやってくれたな、事前に調整ね。会長も仲間や。ほんまや。そうなん。コーリングやないか。いいね。で、ワウ。聞いたことある音する。皆さんから質問を
なんといただいているということなんで、質問コーナーに行きたいと思います。どどん。はい、着席しました。質問です。アンプの正しい知識、音作りと音抜けについて教えてほしいです。音作りが難しくてつまみがたくさんあってよくわからないので迷わないコツを教えてほしいです。あります？アンプにはゼロの基準がそれぞれにあって、例えば全部ロー、ミッド、ハイが555からスタートするアンプ、0から10になってるアンプっていうのがあって、そのまずフラットな状態を、アンプの個体のフラットな状態を知って、ちょっとハイが足りないから足すとか、ローがいらないから削るっていう、まずフラットな状態がどういう状態かっていうのを知るところから始めるのが結構大事かなと今素晴らしいは思っております。基本はやっぱり迷ったらまず12時からスタートしてもいいんだけども、これは本当にフラットなのかというね。そうまずは安直でそのギターの個体、ベースの個体からいい音が出る状態を、アンプと竿の相性から知っていくっていうところが大事かなと思います。実際に聞くとそこそこいい音でも録音すると音の抜けが微妙になってしまいます。わかる。まあ LINE でもマイクでも生で出てる音はその場で出てる音だけれども、結局音源とかになるのってそのマイクから拾った音なんで、もうヘッドホンありきというか、モニタースピーカーだったらまあそれでの確認ありきなんで、それに合わせていかにどうするかなので、まあ、そこをゴールだと思っていろいろマイクだったら位置の調整だったり、 LINE でも空気が鳴ってる時と違うこの感じはどこだっていう風に探してやると結構ね。そう部屋の鳴り方こうやった時に今ミッドが広がる部屋なので、これをマイクで集音すると、思ってたよりここで聞くよりも LINE で聞くとミッドが削れて感じるんですよ。だから EQ で250から500ぐらいまでをちょっと上げたりこんもりさせないといけないし、空気の振動で届いてなかったローが変に LINE だと入ってたりするから50以下バッサリカットとか、そういうのをしないといけないと思います。本気で答えてるけど大丈夫？本気で答えてる。なるほど。めっちゃためになる。すごい。ベースです。ビヨンドのプリアンプとズームのマルチエフェクターを使っているのですが、次増やすとしたら何がいいですか？飛び道具って今言おうと思ったけれども、それもズームの中にあったりはするので、まあ、僕ならなんかこれかなっていうドライブペダルみたいな、要はそのズームとは違ったキャラクターのものをそのプリアンプにさらに重ねるアドオンで作る、まあ、ちょっと歪ませるのかキャラを立たせるのかスラップの時にかけるのかっていう風な、そういうものにするか、もしくはビッグマフ。ぶっ飛んだね、やりすぎた。いやでも全然ありよ。そういうのがそこしか覚えてもらえないからいいんだけど曲を作っているとどんどん音を足したくなっちゃいます。最終的に何を残して何を削ればいいですか？どういうことを基準にして音を引き算していますか？頭いい質問ですね。作曲家のやつやな、私が一番気にしてんのはメロよりレイヤーが前に出てくる楽器は削るかな。まあ歌物なんで基本的にバンドの中で個人で音作りして、さあみんなで集まったって時にこう音が飽和するので、そこで誰がどうカットするかっていう意識でアンプの音作りだとか、マルチエフェクターの EQ を調整するとすごいね、うわ何これすっごい聞きやすい、一個に聞こえるみたいな音が作れるんですよね。あくまでもフレーズもそうやけど音もリニアになるべきで、ここの500ぐらいに音が固まってるってなったら絶対全員ちょっとずつ俺2抜くわ、じゃあ俺3抜くわ、私も3抜くわでちゃんと、ボーカルの帯域に隙間ができるとか、フレーズも一緒で同じリズムでフレーズ組まない方がよくて、ダダダダってかいうフレーズがあったとしたら全楽器がそれを団子みたいに動いてはいけないっていうのを分かった方がいい。引き算っていうよりはそれぞれの楽器の通り道を作ってあげる、フレーズもそう、ここでギターのオブリがめちゃくちゃ大事なオブリ弾いてるから、こっちは例えばベースはドゥーンってオクターブ上がるだけにしようとかっていうので差し引きでどっかを減らすんじゃない、譲り合いながら編曲するっていうのが大事かなと思います。中川くん目がキラキラしてるね。中川くんが楽しいコーナーだめっちゃ楽しい。草野さんへ、MC が毎回滑っちゃうんですけど、喋り方のコツってありますか？これは聞いてくださいよ。MC に向けて恥ずかしいからってもちゃもちゃっと喋ってやっぱりこれ違うわとか言って身内ネタでやってるのが一番寒い、ほんまにから
次の曲の歌詞で2箇所ぐらい引っ張ってこれるところだけ置いといて文字って喋んねんはよくやる。8月に出した新曲がエンドロールから始まるからって曲やってるけど、終わりに向けてのワンマンライブ、就活のつもりで今日みんなの顔を見て歌ってるけど、このエンドロールをテーマにした曲を書こうと思ってた時にまだ終わりたくないと思ったから、ここから始まるっていう新しい日にしたい、その思いを込めてみんなに歌います。聴いてください、エンドロールから始まるからとか。かっこいい。そのちょっと鳥肌じゃない？そう、例えばニルバーナのコピー版してたら、カート・コバーンは27歳で死んだけど、俺たちはその彼の意思を継いで、ずっと彼がここに音楽として生き続けている証を残したいから、20歳の今歌ってる、27歳を超えてもきっと歌っていく、そういうつもりでこうニルバーナの曲を聴いてるとか、なんかそういうそういうさ、うまいこと喋りでなんとか、どうもありがとうございますこれでやらせてもらってます。何がやはい、というわけで母校訪問ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ起きましたね。どうでしたか？いや、兄さんの編集が心配です。取れ高がすごいから。そうね、そうね。いや、いい動画になって今お届けできたと思います。今回の動画良かったって方はぜひ高評価、そしてコメント欄でね、ぜひいろんな自分の時はこうだったなとかいろいろ教えてもらえると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。本日スペシャルゲスト草野佳代子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまたの動画で。